こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は自分を大切にしてあげるとは具体的にどんなことかという話をしてみます。自分のことを大切にしてあげようという言葉は結構いろいろな場面でいろいろな人たちの口から出る言葉です。なんとなく雰囲気的にはこの言葉の意味することがわかるような気はしますが、じゃあ具体的にはどんなことと聞かれればなかなか答えられない人も多いです。今回は自分のことを大切にすることとは一体どんなことなのか、私の考えをお話しします。具体的には以下の3つのことです。まず最初に自分の悪口は言わないこと。2つ目は自分の居心地が良いことを選ぶこと。3つ目は誰よりも自分を最優先させることです。詳しく説明していきます。まず最初に自分の悪口は言わないこと。親や親戚、友人や知人、職場の人たち、その他すべての人たちから、もしこのように言われたら、自分は嫌な気分がすると感じる言葉を自分自身に言わないことです。独り言を除いては、通常は自分が自分に対して声に出して言うことはほとんどありません。でも心の内で自分に対してつぶやくことはしばしばです。気づかなくても毎日誰もが心の中で自分にいろいろなことを話しています。自分に対して使う言葉は自分を傷つけるようなことは避けた方が賢明です。例えば物事がうまくいかなかった場合、なんで自分はこんなこともできないんだと責める言葉を発します。本当にダメなやつだな、どうしようもないなと自分をダメ出しして非難するようなこともあります。他人のことを悪く言えば、その相手は嫌な顔をしてあなたに反撃することでしょう。しかし、自分のことを悪く言っても、自分はおとなしく聞いているだけで、そんなことはないと否定してくることはないです。どんなに自分にひどい言葉を投げかけても、自分は何も文句を言わないから、平気で自分を傷つける言葉をどんどん使ってしまいます。でもこれはかなり危険です。何も文句を言わない自分の心の奥底には自分自身が発した悪い言葉が徐々に積もっていくからです。長い目で見ればその積もり積もったものが悪い自己イメージを作り上げて自分をダメな人間だと信じ込ませることになります。人はセルフイメージ通りの人生を歩むので、できると信じていれば本当にできるようになるし、できないと信じていれば本当にできなくなってしまいます。自分で作り上げた望ましくない自己イメージにより、望ましくない人生を歩んでしまうことはかなり残念なことだと言えます。そうならないためにも、人から言われて嫌な気分になる言葉を自分自身に使うのはやめましょう。自分をねぎらうような言葉がけができれば最高ですが、もしそれが難しいのなら、せめて自分を傷つけるようなひどい言葉を自分自身に言うのは意識して避けることです。次に自分の心地よいを選ぶことについてです。できる限り自分に心地よさを与えてあげるよう努めることはとても大切なことです。着心地が良い服を自分に着せてあげて、ああ、これは美味しいなと思うような食事を自分に食べさせてあげます。部屋の中も心地よい匂いにしてあげて、気分よく過ごせる時間を増やします。会う人も会っていて自分の気分が良くなる人に積極的に会うよう心がけます。別の言い方をすれば、自分が不快に感じることは
できるだけ避けるようにするといいです。嫌なことすべてを避けることはできなくても、できる限り自分の気持ちを尊重して嫌なことを避けた方が望ましいです。こうするべきという信念が自分の中にあれば、こうしなければいけないと当然のように思い込んでいます。しかし冷静になって考えれば、自分が今まで信じ込んできたこうするべきをしなくても、自分が思うほど周りに迷惑がかかるわけでもなく、大きな問題が起きるわけでもありません。自分の不当な信念で自分自身を縛り付けるのはもうやめて、できる限り自分を心地よくしてあげるのは自分を大切にすることになります。次に誰よりも自分を最優先させることについてです。人間は他者との関係性の中で生きているので、いつでもどんな状況でも自分を最優先させられるというわけではありませんが、可能な限りなるべく多くの場面で自分を最優先させることも自分を大切にするためには必要です。例えば、親から就職先をアドバイスされて、親がこの会社がいいと言った企業で働いている場合です。それで自分もハッピーならば何も言うことはありませんが、もし自分がその職場に合わなかったり、仕事を好きになれないのなら、さっさと辞めて自分に合う会社に転職した方がいいです。親が子供にその会社で働いてほしいと願う理由がどんなものであれ、実際に働いている子供本人がそこで幸せでなければ、他に移った方が本人のためになるからです。親としては自分の子供が一流会社と言われる企業に勤めていた方が鼻高々で気分はいいことでしょう。世間体を重要視する親であれば、子供が名の知れない会社に転職すれば腹を立てるに違いありません。しかし働く本人にとっては自分に合った会社で幸せな気分で仕事をする方がずっと心地がいいです。たとえ名の知れない会社でも自分がそこで楽しく働き、実力を発揮して生き生きと仕事ができるのなら、そちらの方がいいに決まっています。結婚相手に関しても似たようなことが言えます。親としては自分の子供には世間体の良い相手と結婚してほしいと望んでいます。しかし親が勧める相手が自分にはしっくりこなくて気乗りしないのならやめた方が賢明です。小さなことならさほど問題ありませんが、就職とか結婚とか人生の大きな決断の際には自分以外の意向を尊重してしまえば、最終的には自分を不幸にしてしまうことも珍しくないからです。これは自分を大切にすることとは真逆の行為になります。誰よりも自分を最優先させることをわがままだと非難する人もいますが、短期的視点ではわがままに見えても、長期的視点では必ずしもそうとは限りません。自分の意向に沿わないことを無理してやれば、自分は満たされることなく、嫌な顔をして生きることが多くなります。不満でいっぱいで嫌なオーラをムンムンと出すようになるでしょう。そうなれば周囲の人たちにとってもかなり迷惑です。ネガティブな波動は近くにいる人たちにも簡単に伝染して、他の人も嫌な気分にしてしまうからです。自分のわがままを通さなかったせいで、結局は周囲の人たちにもっと嫌な思いをさせることも多々あるんです。自分はいまいちだと感じても、親の意向を尊重して親が気に入る相手と結婚した場合、その結婚がたまたまうまくいけば問題ないでしょう。しかし、そうではない場合には、自分の意向を尊重しなかったツケは大きいです。いつも文句ばかり言って、不幸せな気持ちで生活していれば、
それを聞いている親だって幸せな気持ちにはなれません。これをきっかけに親を恨むようなことがあれば、親子関係も悪化して、両者が不幸になることもあり得ます。なぜこんなことが起きるのかは、自分のことなのに自分自身を最優先させず、親の意向を優先させてしまったからです。親の言うことを聞けば、良い子供だと親は高い評価をするでしょう。しかし、その決断の結果が子供にとって悪いものになれば、子供は後悔してもしきれず、不満も大きくなり、長期的には子供が不幸になるだけでなく、親子関係まで壊れてしまうことでしょう。自分で決めたことならば、うまくいかなくてもしょうがないで諦められます。しかし、自分の気持ちを無視して、他人の言う通りにした結果、望ましくない状態に陥れば、そういう気持ちにもなれないものです。今回は自分を大切にすることについて私が考えることをお話ししてみました。私の考えでは、まず最初に自分の悪口は言わないこと。二つ目は自分の心地よいを選ぶこと。三つ目は誰よりも自分を最優先させることです。自分を大切にする目的は自分自身を幸せにするためです。そしてそれだけではありません。自分を大切にすることで自分が幸せになり、自分からハッピーオーラが自然に出るようになれば、周囲にいる人たちにも良い影響を与えることが可能になるからです。長い目で見れば、自分にとってもいいことですし、周りの人たちにとっても望ましいことだと言えます。この望ましい状態を目指して、ぜひ自分を大切にすることに徹してみましょう。ということで、今回は自分を大切にしてあげるとは具体的にどんなことか私が考えることをお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。